ございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、レバースイッチ、セレクタースイッチのお話をしていきたいと思います。パーツ類はですね、CTS とかポット類もそうなんですけれど、国産と USA 製とありますよね。レバースイッチで言いますと CRL とか、OAK とか、ありますけれど、一括りで USA 製とします。で、どちらが品質が良いか、不具合がないか、接触不良といったような不具合が少ないかなんですけれど、先に結論を言いますと、これはですね、国産はもう全然ダメです。私はUSA 製のセレクタースイッチにしか買えません。というぐらい国産は不良品が多いです。楽器屋さんで、私が昔働いてたっていうお話は先日しましたけれど、セレクタースイッチ合計10個20個ぐらいまとめて、セレクタースイッチを取ったんですよ。国産のセレクタースイッチですね。で全部開封しまして、でテスターで逐一こう接点の不良がないか調べたところ、なんと国産のレバースイッチに関しては確かですね、10個仕入れたうちの4個ぐらいはもうその時点で、新品の時点で不良品だったんですね。接触不良がもうその時点で起きてました。普段修理をしていても感覚的にですね、圧倒的に接触不良が多いのは国産のレバースイッチです。もうかれこれ16年ぐらい前の話になるんですが、当時私はですね、アコースティックギターの、ブリードラブっていうメーカーの、検品チェックですね。あとはその販売した後の、アフターケアですとか、修理とかをさせていただいてました。その時にお世話になった JPL さんと、それから岡田インターナショナルさんとお世話になったんですけれど、岡田インターナショナルさんは取り扱いとしてサドウスキーですとか、サーのギターですとか高級なギターを取り扱ってらっしゃいますけれど、サドウスキー東京の組み込みですとか、そういったお仕事をされているさんとか、さんとかと仲良くさせてもらったんですけれど、その時にこういうレバースイッチの話とかをしてみたことがあるんですね。でそうしたらもう即答でですね、あれ神谷さん知らなかったのって、国産のレバースイッチはもう全然ダメだよって、もう USA しか使わないよっていう風な話を聞いたので、その時に私はやっぱりそうなんだっていう風に納得がいきましたね。お客様からレバースイッチ変えてくださいっていう風にこう依頼を受けて、で新品のですね、セレクタースイッチ、レバースイッチに交換したんですけれど、もう変えてもうサウンドチェックしてる段階から接触不良が起きてたので、もう本当に国産はですね、もう全く私は信用してません。多分リペアマンの方の中にはもう経験則からそういう風に感じてる方は多いと思うんですけれどね。そんな感じでもうかれこれ15、6年は経つんですけれど、今現在のレバースイッチ、国産のレバースイッチがどこまで品質が良くなってるかっていうのはちょっと定かではないんですが、相変わらずご相談が多いのはやっぱり国産ですね。私の場合はさっきも言いましたけれど、国産のレバースイッチ、セレクタースイッチがついていたとしても、必ず USA 製に変えます。でこれはもちろん、お客様に説明もいたしますけれど、そもそも国産のセレクタースイッチの、在庫は持ってません。セレクタースイッチの種類はですね、これが、国産のオープンタイプですね。で
これが国産の、カバードタイプ。カバードタイプの中には2種類あって、こういうタイプと、それからこういう黒いタイプと2種類ありますけれど、一番不具合が多いのはこいつですね。この黒いタイプ。これはもう本当に当時から泣かされました。大体ですね、ここをグニグニ動かすと、もうそれだけで新品でも接触不良が起きてました。今のははっきり分かりませんけれど、多分変わってないんじゃないかなとは思うんですよね。で、あと2番目に多いのは、やっぱりオープンタイプですかね。国産のですね。こちらが CRL 社製の、レバースイッチですね。国産のレバースイッチがついてるものに対して、USA 製のレバースイッチをつける場合には一つ注意点があるんですけれど、このようにですね、ネジの太さが違うんですね。なので国産のミリ規格の大きさは3ミリ弱なんですけれど、一方 USA の取り付けのネジは 3.4 ミリかなぐらいなんですね。なのでこのようにですね、ドリルで大きく穴を開けて、取り付けます。で、基本的に国産がついていても USA しかつけないって私は言いましたけれど、ごくごく稀になんですが、もう仕方なく、国産のこのカバードタイプをつける場合もあります。で、それはなぜかと言いますと、見てほしいんですが、スイッチ自体の背の高さがこちらの方がかなり低いんですよ。この高さですね。この高さがギリギリ入るぐらいでコントロールキャビティが、ザグられてるタイプですと、この背の高さが入んないことが稀にあるんですね。そういうギターが稀にあります。なのでそういう場合は、もうわざわざセレクタースイッチを交換するだけで、ザグリを深くしたりとかっていうそういうことはしませんので、もう最初からこの仕方なく国産のこの同じ、レバースイッチに変えることはありますね。で、あとはですね、皆さんご自身でレバースイッチを変える方っていうのは結構いらっしゃると思うんですけれど、国産の、オープンタイプを例にとりますと、国産のレバースイッチと、あと、USA 製のレバースイッチでは全く同じように見えて、実は端子の配列が違うんですね。一般的なセレクタースイッチ、レバースイッチの場合は、片側に4つずつ、ついてますね。この場合は2回路3接点の、レバースイッチですけれど、この何回路何接点っていうのはいろいろ種類がありまして、スペシャルセレクタースイッチとかっていうのもよくアイバニーズとかで、見かけることが多いですけれど、いろんなフェーズサウンドですとか、直列並列が切り替えられるようにとかっていう複雑な配線ができるタイプのものも存在します。で、これはごく一般的な、セレクタースイッチなんですが、配列がですね、このように違うんですね。なので、国産から、USA 製に変えたりですとか、またはその逆もそうなんですけれど、配置だけを参考にしてその通りに配線してしまいますと正常に音が出なくなりますので、注意が必要です。はい、いかがでしたでしょうか。人って自分自身の経験則から判断して考えて結論を導き出して、行動するじゃないですか。先日の動画で弦を緩める緩めないっていう動画をアップしましたけれど、当然ながらコメント欄にもね、いや自分はもう絶対緩めますっていう方もいますので、別にそれはそれで全然 OK だと思うんですよね。
で、今回も私は国産スイッチはもう全然信用してない、ダメですっていう風な形でお話をしましたけれど、当然ながら国産のスイッチをずっと使われてきて全然問題がなかったよっていうお客様、人もいると思うんですね。なのでそういう方は今後も国産のスイッチを使っても構わないと思いますし、別に何を使ったっていいと思うんですよ。人それぞれ好みですから。それで私は自分の経験則から国産のスイッチよりかは USA のスイッチの方がはるかに製品として信用がありますよっていうお話を今日はいたしました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。